錆びてないじゃん。よかった。つかない。はい。なんで目的地につかないのかって言ったら、SSTR に出たい。ね。GP ライダーさんも多分、必ずと言っていいほど、この NSR とか NSF のレースの経験者、これからステップアップしていって、あのバイクで取ったトロフィーとかカップは、キクシンチャンネル、始まるよ。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。新企画、今日からね、ちょっとやっていきたいと思います。ワーゲンもちょこちょこは修理していきますけど、メインはちょっとこっちをね、いじっていきたいなと思います。これからね、今2月、春に向けてね、バイクの季節かなと思っております。バイクやっていきたいと思います。ところで、皆さんこの車種わかりますか？これ。なんだか。わかりますか？若い人はわかんないだろうな。この車はね、NSR50 というバイクになります。はい。NSR50。NSR って知ってる？ホンダのツーストのレーサーですね。レーサーレプリカモデル。一世を風靡しました。大人気ですね。今はもう、すごく高価になっています。YouTuber さんだと猫カズさんとかが乗ってらっしゃいましたね。NSR。その 50cc です。はい。ゼロハンと呼ばれますね。50cc のモデルになります。まあ、ご存知ない方も多いかな。で、このバイクなんですけども、発売されたのがね、1987年ですね。まあ、私もね、正確なところはわからないんですが、当時、世界バイク選手権、世界 GP で走っていたのが NSR500 というバイクです。今、MotoGP は 1000cc のフォーストモデルが、主流となっておりますが、当時は、この 500cc の2ストロークっていうのが、その世界選手権の頂点ね。まあ、車でいう F1 ですよ。バイク界の F1 のその世界選手権を戦っていた NSR500 を4分の3にした大きさになります。はい。ちょっと乗ってみますか。非常に小さいです。はい。サーカスのクマではありませんよ。よいしょ。非常に小さいバイクです。ポケバイではありません。ミニバイクです。はい。こうやってね、並べてみると、遠近法があるからあれか。大きさの違いがわかるかなと思います。こんな感じね。まあ、4分の3って言われたら4分の3ぐらいでしょう。小さいよね。はい。で、オンボロです。はい。で、こちらね、レースに使っていました。で、この NSR っていうバイクをNSR50 というバイクを使ったレースがね、当時流行っていました。なんと、今もやっております。今ね、この NSR50 は1999年ぐらいに確か廃盤になりました。で、廃盤になったんです。ナンバーがついて。これね、公道を走れるんだよ。ナンバーつければ。ナンバーが公道を走るために売ってたんだけど、レースでよく使われてました。この NSR50 のレースがすごいあって、で、1999年にこの NSR50 は廃盤になったんですけども、NSR ミニ、NSF100 っていう風にモデルチェンジを繰り返して、実はこの大きさで今も HRC、ホンダレーシングから競技用車両として売っています。ただ現在は、エンジンが4ストロークの 100cc のエンジンを積んで、このフォルムで売っております。だからまあ、現行モデルではないんですけど、その系譜は今も引き継がれているという感じになります。で、こちらの車は、その、ナンバー付きだった車両を、レースをするように、部品を外してね。で、実際に僕が、これはね、最後はどこで乗ったかな？スゴーで乗っておりました。はい。ここ書いてるよね。スゴーね。スゴーで最後走りました。21年8月22日。2021年じゃないっすね。あれ、2021年か。今年2024年 ?5 年 ?2021 年じゃないわ。
平成21年だと思う。平成21年。今年平成37年平成37年。何年経った ?16 年。16年前。でも多分16年ぐらい前だと思います。最後に乗ったの。で、その前は仙台ハイランドとかでも走っていました。だからタイヤ見たらわかるけど、わかる？側面だけ減ってんだよ。普通のバイクのタイヤってさ、基本的にここで走るでしょ。で、カーブだとここで走るんだけど、そんなにさ、カーブで倒して走るわけじゃないから、こっちあんま減らない。ここにもなんかほら、溝とかあるでしょ。見て、ここないの。で、まっすぐはほぼ走んないから、だいたいカーブしてるから、真ん中全然溝あるんで、こっちがない。こんな風になっています。ね。当時いくらしたのかな。当時でもね、1980何年で30万ぐらいする、結構高額な車両だと思います。ね。ディスクブレーキ、2ポットのキャリパー。なんと、リアもディスクブレーキです。はい。もちろん油圧ディスクですね。ここにタンクついています。で、このエンジンなんですが、こちら、水冷です。なんと、ラジエーターがついております。水冷の単気筒、1気筒ね。で、7.2 馬力を、約1万回転でね、発生させていたという、かなりのパワフル原付でございます。でね、一応原付 50cc だから、30キロなんです。一般道を走るのね、30キロなんだけど、このマフラーを変えただけで、100キロぐらい出ます。はい。なんと、エンジンもハイパワー、軽量シャーシに、強力ディスクブレーキに、ちゃんとね、フロントショック、アブドソーバーがついてて、小さいんだけど、エンジンの出力も小さいんだけど、このフレームもめっちゃしっかりしてるでしょ？スチールのがっちりフレームで、小さいだけで大きいバイクとほぼ同じ機構で作られているので、もうバンバンね、スピードが出て、コーナーも速くてっていうバイクでした。違和感ありますよね。何だこれって。ボロボロですね。何か書いてありますね。カーボンとかグリーンね。実は、5、6年前に一度、これを修理して公道で乗ろうっていうチャレンジをしました。で、せっかく直すんだから、こっちの ZX12R の ZX12R ミニを作ろうと思って FRP とかでこういうところ作っていろいろね頑張りました。このね口あるでしょ、特徴的な口。こんなのもね作ってみました FRP で ZX12R ミニを作ろうと思って頑張ってました。カウルもね FRP を買ってきて加工して同じようなカウルにしようと思ってたんですが、やっぱこの FRP の加工がね非常に難しい。チクチクするし、で思うような型がないところを FRP だけで作っていくのって非常に大変ね。それでさらに言うと、こうやって作ってったらねカウルがすごく重くなりました元々のこの今の状態でも元々の2倍ぐらいの重さになって、いやこんなんじゃダメだなっていうことで実は挫折をしてしまってそのままです。はい。16年前に走ってたものを5年前にレストアしようと思って途中までやって挫折して、そのまま納屋の奥にずっとしまっておいたものがあったことに最近気がつきましたでこれを直そう。せっかくだからめちゃんこ綺麗にしてやろうかなと。当時はねカウルだけ作って乗れればいいかななんて思ってたんですが、せっかくだから全部直したれと。で今ヘッドライトもない、廃炉切り替えもねちょっと壊れてたりとかするんで、こういう部品とかもちょっと集めよう。スピードメーターもないね、当たり前だよね。サーキットで使ってたからスピードメーターいらないね。でもちろんナンバープレートもなければウインカーもありません。サーキットで使ってたからね。でサイドスタンドだけは移動するのに邪魔だからなんかのサイドスタンド買ってつけました。でステップ、これね短いでしょ。これ普通のサイドステップね。靴がこう乗ったとだけど、これ半分しか乗れないこれいいの、こういう風に乗るから。膝をこう出してさ、カーブでね、レースの人膝出してるじゃん、こうカーブでね、内側のね。どうせこう乗ることはない。どうせ乗ったとしてもつま先乗っけてるだけ、実際こういう風になってて、これでこういう風にやる。ブレーキちょんちょんやるから必要最低限で、バイクって倒すからここがね地面に当たります。はい。
長いと地面に当たります。この長さでも地面に当たります。ブーンって倒すとね。レース好きな方は見てるけど、わかると思うんですけど、肘とかさ、すりそうなぐらいバイクってこう倒れて曲がるでしょ。このバイクもそのぐらいグリップ力があるので、こうやって切っとかないと地面に擦ってしまう。これでも擦るからね。これでも擦れてっからね、ここほら。見える？この長さに切ってても地面に当たるぐらい、バイクこれ倒してバンクって言うんだけど、ガーって曲がっていくの。で、じゃあカウルどうすんの今後。タンクもボロボロだよ。どうすんの？板金しないといけないじゃん。板金下手くそだったお前なって思ってたでしょ。そう。今回これをレストアしようとした理由の一つが、はい。このカウルを手に入れたことです。ロスマンズのカウル。これはね、車外のカウルです。で、某真ん中の国から届いたものなんですけど、昔の NSR にこういうロスマンズっていうカラーがあって、それと同じような感じでお願いしますということでね、Amazon で注文しました。で、12月に注文して、いろいろ多分結構手作りなんだよね。作っていただいて、この前なんと、ついこの前到着しました。で、タンクも、これタンクじゃないんで、これタンクのカバーもセットなんね。で、なんかデザインもいろいろ年式に合わせて好きなように作れますよっていうことなので、僕はこの、なんかね、人気のカラーがね、このロスマンズカラーとかさ、レプソルカラーとかあるんだけど、まあ、とりあえずこのロスマンズカラーにしてみようかなっていうことで、この綺麗なカウルをね、これね、5万円です。はい。全部で5万円で、用意いたしました。これだったら僕の苦手な、これね、FRP じゃないね、ABS 樹脂だね。ちょっとね、年式違いのカウルです。バイク多分前期型ってやつなんだけど、このカウルは後期型のカウルなんだけど、まあ多分つくだろうということで、このカウルが手に入るってことが分かったので、NSR50 をレストアしてみようかなと思っておりました。エンジンとかそういうのは比較的得意だからね。得意な部分はまた自分でやってって、カウルは最後このカウルをバリッとつければ、綺麗な車になるんじゃないかと思っているところなんです。1年前ぐらいにこれでナンバーを取って走ろうっていうことで、部品をね、集めたものがあります。これステップだね。これ NSR のステップかな？違うやつかもしれない。なんかわからん。カウルはもう使わない。あとね、これウインカーとかだね。こうカードですね。それからこれ、だから多分ワイヤーってブレーキワイヤーですね。これ多分フロントウインカーですね。バッテリーも集めたんだけど、これはもう多分使えないな。ウインカーもう一個あるじゃん。ウインカーあるね。なんかこれもあれかな。こう切ってあるってことは、これの車のやつだね。で、反対側もあるな。でもグリップとかないな。これ、あれで一回ね、部品は、だからこれからちょっとまず集めるところから始めたいね。一度あれだね、ある程度部品拾ったらさ、こういうグリップなんかはさ、南海部品とかさ、二輪館とかナップスとかに行って、ちょっと探してきたらいいよね。こんなんなかなかネットでさ、この質感とか見れないから、そういうところで買いたいね。あとこういうところもしっかり一回全部バラして塗装したいと思います。で、エンジンなんだけど、これ50cc 用レースの、N50 じゃない、S50。なんかクラスがあるんだよ。マフラーだけ変えていいやつ。マフラーってこれね、チャンバーって言うんだけど、マフラーだけ変えて、BRD、わかる？これね、結構レースバイク御用達メーカーだ。レーシングって書いてあるんだけど、BRD のマフラーがついてて、で、もう多分使えないと思われる、そう、ショックとね、ショックってこのサスペンションとマフラーは交換していいっていうレギュレーションのクラスだったと思います。ただエンジンはこれ 50cc です。多分エンジンはね、レースに使ってるエンジンだったので、かなり多分いいエンジンというか、壊れてるわけではないです。はい。実際走ってたしね。なので、ただ、エンジンはね、ボアアップをしたい。黄色ナンバーの登録にしようかなと思っています。まあ、排気量そんなに多くなくていいんですよ。60cc とか 70cc ぐらいで黄色ナンバーにして、原付2種。125cc 以下。じゃあ 90cc 以下にしようかなと思います。黄色ナンバーの原付2種だと、
最大速度が自動車と一緒になります。60キロになるから、正直やっぱり30キロで走るのってしんどいんだよね。なかなか目的地に着かない。そしてこのバイク、スピードが出るんですけど、スピードが出るのに30キロで走るのはしんどい。バイクの性能から言ったら全然普通の原付2種、125cc の郵便屋さんとかが乗ってるやつとか、東京とかでいっぱい走ってる 125cc よりもシャーシ性能とかエンジン性能は非常に高いから、ただ、50cc だったから30キロまでしか出せなかったけど、30キロだとね、目的地に着かない。はい。なんで目的地に着かないのかって言ったら、SSTR に出たい。SSTR に出たい。今年の SSTR ね、5月の、最終週っていう風に、最終週、違う、3週目から4週目っていう風に決まっていたので、できればこの NSR50 で5月までに直して、それで出たいなと思っているところではあります。ただ、仕事の休みがまだちょっと取れてないので、はい、ちょっと行けるかどうかはまだ不明です。はい、まだ不明なんだけど、もしね、日程が取れるんであれば行きたいなとは思っているところです。だから、ちょっと距離走ってスピードを出したいっていうわけじゃないけど、距離走るから、やっぱ黄色ナンバーの方がいいなっていうので、エンジンをちょっと大きくして、エンジン、リードバルブ、キャブレターっていうのを少しボアアップして、低速のね、トルクを上げて乗りやすいバイクにして、制限速度も30キロから60キロに上げていくっていうのが目標かなと思います。何がないかな。まずヘッドライトがないよね。これね、実は耐久カウルっていうのがついてて、一眼のライトは昔ついてました。スゴーに出たレース、マルチコースに、これね、スゴー24時間レース、24時間走るレースに出たので、その時はヘッドライトついてましたけども、電池式のやつね、エンジンから引っ張ると、エンジンの電気食っちゃうからさ、電池式のやつをつけてたんだけど、まあ今は必要ないので外してあるんですが、道路を走るのであればちゃんとしたヘッドライトをつけたい。発電機はね、発電機どうしたっけな、レースの時は外してたんだけど、多分レースが終わってから、2本ついてるね。レースが終わってから、その5年前に一般道を走ろうと思った時に、多分そう、配線を作ったんだよ。ここヘッドライトの配線あるもんね。配線をヘッドライトつけたり、ウィンカーつけてるように、その配線を作った記憶があるので、電気はいけるかな。コウモリの糞がついてるね。コウモリがいるから、いたところに置いてたから、コウモリの糞がついてるんですね。そういうのをね、こう、直していきたいかな。ちょっとこの状態でエンジンをしばらくかけてないから、今キックやるとなんか壊れちゃうと困るから、今はちょっとキックはやりません。今日は洗うぐらいにして、これから作業していきたいかなと思います。はい。理想はこんな感じ。これ新車の時の様子ね。理想はこんな感じ。これを目標に作っていきたいと思います。はい。ジュニアールっぽいのを作りたかったんだけど挫折したから、でもカウルが手に入ったから、せっかくだからエンジンも下ろして全部直して綺麗にして、作っていったらいいかなと思います。ただ部品がね、やっぱ手に入るものと手に入らないものあります。1988年の車両なのでね、ヤフオクとかで探すんだけど、まあできないものに関して、手に入らないものに関してはちょっと社外品を使ったりとかしていきたいと思います。繰り返しになりますが、 NSF100 NSR ミニという車両がね、現役でまだレースをやっています。で、今世界で活躍している GP ライダーさんね、 GP ライダーさんも多分必ずと言っていいほどこの NSR とか NSF のレースの経験者、これからステップアップしていっているはずです。で、私がこの車はその2009年か乗ってた時はもう大人だったんですけども、私は学生の頃からレースをしていて、この車両じゃない車両をもう一台持ってて、そっちはね学生の時に乗っていました。シビックとかでレースをしていたんだけども、学生とかだとさ、やっぱりお金がないから車のレースはできなかったから、学生の時はこれに乗ってブイブイ走っていって、で大人になって社会人になって少し車とかも用意できるようになったから、車の方にステップアップしていったという感じになります。あのバイクで取ったトロフィーとかカップは多分ないかな。あのバイクはあんまり活躍してはいない
買ったような気がするんですよね。ほとんどこの車とかで撮ったやつ、もしくは別のイージー6ね。ピンク色のイージー6で撮ったやつだけかな。バイクのやつなかったかな。何から作業をしていくかですけど、まずバラバラにしよっか。バラバラにして全てのパーツをきれいにしよう。全てのパーツをきれいにしつつエンジンを作ろう。置くかどうかわからないけど、電装系だけちょっと水が激しくかからないように。今回タンクカバーだからガソリンタンクは錆びてないじゃん。よかった。鍵はないです。レースで使ってたから鍵ついてたら鍵で開けなきゃいけないでしょ。そう、ブレーキもね固着してないんですよ。そう、確かブレーキも5年前に修理したんだ、1回。その後走らせてない。また修理は必要だけど、綺麗に汚れてるわけなんじゃないんだ。ボロいんだ。ボロボロです。はい、というわけである程度洗いました。あんま綺麗になってないけどね。これ以上綺麗にならないんだよね。はい、へこんでますね。タイヤもね、変えないとダメだよね。これじゃ走れません。はい。次回からね、いよいよ次回から分解をしてですね、あとはパーツ入手をね、やっていきたいと思います。少しね、春までに、一応目標は、5月の SSTR に出れるのであれば出れるように、そこまできっちり綺麗にね、直すようにやっていきたいと思います。皆さんのね、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。